大大阪と呼ばれ東京をしのぐ映画を誇った昭和初期の大阪。道頓堀には江戸時代からの多くの芝居小屋が立ち並び、大いににぎわっていました。道頓堀御座と呼ばれた弁天座、朝日座、浪速座、門座、そして中座には多くの人が娯楽を楽しみに足を運びました。ところが時代の流れとともにその全てが姿を消しました。今日でしまいやん、もう寂しいわ。もうだから戦後の何ね、元気もろたもんね、やっぱしね。芝居小屋として唯一令和の時代まで残ったのが大阪松竹座。大正時代に誕生し、道頓堀御座に代わり上方文化を支えてきました。ところが去年夏、突然発表された大阪松竹座の閉館。100年を超える年月を経て建物は老朽化。今年5月のさよなら公演を最後に、その長い歴史に幕を下ろすことになったのです。松竹座を見つめる一人の男性がいました。歌舞伎役者の片岡千住さんです。もう寂しいですけどね、こんなやっぱすごいね、今見てても素晴らしい建物ですからね、なんかぜひともどういう形でもいいんで残してねいただければいいなっていう願いもあるんですけども。千住さんはこの大阪松竹座で歌舞伎の世界に、主に女方として芸歴は27年。2013年には大阪の文化芸術を担う人々に贈られる昨夜この花賞を受賞するなど、上方歌舞伎界注目の役者です。そのキャリアの始まりが大阪松竹座にできた歌舞伎役者の養成塾だったのです。生まれた場所がなくなるというのはね、非常に悲しいことで、寂しい寂しい言うて舞台も出れませんから、日々精一杯舞台を務めるだけかなという気はしてるんですけども。役者を生み育ててきた松竹座への思い、それはこの人も。言葉が出なかったですね。信じられない、嘘っていう感じでしたね。道頓堀で生まれた愛之助なんで、その劇場のさよなら公演の松竹座という最後も共に見届けていただけたらなと思います。さらに秘めた胸の内を明かしてくれたのは、人間国宝片岡仁左衛門さん82歳。道頓堀ってのは昔はね、アメリカのブロードウェイのようにね、劇場がいっぱいあったわけですよ。で芝居町として栄えた町だったから、それは時代とともに移り変わるのは仕方ないですけども、せめてその一角を残したですからね、劇場への感謝の気持ちを込めて演じたいと思ってるんですよね。寂しさや懐かしさ、
感謝の思いを胸に役者たち、そして道頓堀の人たちの別れと覚悟の舞台裏を記録しました。1月、閉館まで半年を切った松竹座。この場所とゆかりの深い千住さんへの密着取材が始まりました。我々が生まれたとこ、歌舞伎俳優としての第一歩を踏み出したとこですからね、はい、原点ですもん。はい、実は29年前にも千住さんを密着取材していました。温かい歌舞伎を愛する、いや日本の文化遺産を大事にする。この日は松竹座に新たにできた上方歌舞伎塾の開塾式。千住さんはその1期生でした。私は歌舞伎は見たこともなかったんですけども、ちょうど中学卒業の時に募集記事がありまして、このまま高校行って大学行ってとかいう普通の人生を歩むんだったらちょっと一回違うことやってみようかなという非常に軽い気持ちで。自宅は兵庫県の明石。週5日松竹座に通いました。春秋の者のおさまへ、旅館に立つ人がによって帰られし帰られしと向こうにバーッと言うてらんと。上方芸能を一から叩き込む、役者を育てるこの塾。さては様子を。はい、残らず聞いて。自分の出番が終わって休憩していても自分が初菊のような。で友達から話しかけられても「ちょっと待って」とか言って、やっぱりそれに没頭している。この頃の自分の姿を見てもらいました。変わらない思いは持ち続けてるなっていうのは今確認できましたね。思いは変わってないんだなっていうのが、よかったなっていうふうに思いました。当時の稽古場は今も松竹座の8階にあります。変わんないですね。このマットがね、これもね、これマットね、もう30年ものマットですよ。これ引いてここにトンボの稽古って宙返りの稽古、これだから干してないからえらいことになってるんですよ。これ開けたらね、本当におかしになるんですよ、これいつも。思い出は床にも。8人いて踊りの稽古ってあって、足踏む稽古があるんですね。こうやって足拍子をこうする。でこれ下7階楽屋なんで、8人揃って足踏んだら7階もどんどん言うんですよ。それである時うるさいって言われて、もうちょっと足踏むのをセーブしてやってくれっていう怒られた記憶もあります。はい、歌舞伎役者になる夢を叶えてくれた松竹座。そばにあるのが当たり前だった場所との別れが近づいています。生まれたね、お家がなくなるような感覚ですから、本当に寂しいですね。3月5月26日の閉館日に向け、2ヶ月間にわたるさよなら公演の開催が発表されました。
出演するのは人間国宝片岡仁左衛門さん、映画国宝出演の中村鴈治郎さん、そして松本幸四郎さん、中村獅童さんといった東西の人気役者たちです。名残公演というお休み公演でございます。必ず道頓堀に小屋が立つと思います。そうですね、やっぱり長年ここにあったので寂しいですね。すごい素敵な建物なので残していく方向で考えていただけたらいいなと思います。南座とは雰囲気が違ってやっぱり残してほしいなって思います。この練り歩きの後、松竹座を惜しむ声が高まり、運営する松竹は継続していくべきと発表。さらにこの人も。道頓堀というのは芝居小屋の文化でもありますし、なんとか劇場の機能を残していけないかと今松竹と話をしているという最中です。高まる松竹座存続の機縁。ところがおよそ2週間後、改めて建物の解体が発表されました。4月下旬、さよなら公演の5月舞台の稽古が始まりました。主演の片岡愛之助さん、千住さんも女形で舞台に立ちます。稽古は出演者が総出で繰り返し動きを確認。この5月舞台の千秋楽5月26日をもって大阪松竹座が103年の歴史に幕を下ろすことになります。5月2日、いよいよ松竹座最後のさよなら公演が始まりました。本番前、念入りに支度をする千住さん。机にはいつも歌舞伎塾の講師で師匠の片岡秀太郎さんの写真が。顔してる間にやっぱりいろんなこと考えますね。考えちゃいますよね。今月特にね、いろんな思い出なんかもね思い返しながら、お化粧のねお稽古も松竹座でスタートしましたから。複雑な思いを胸にあでやかな女形を務めます。この日、舞台を終えると千住さんどこかへ。こんばんはでございます。こんばんはでございます。ご無沙汰をしておりまして、ありがとうございます。千住さんの馴染みのバー、店主のみやちゃんとは20年以上の付き合いです。
お疲れ様でした。どうもご無沙汰でございます。いただきまおす。疲れ様です。いただきます。あーうまい。美味しい。うまい。うまい。止まらへんか正直だもんらね。な、おなくなるから。ほんまですわいんな。なね自分の家みたいなもんやもんな。そうそうそう。5月のさよなら公演っていうのはやっぱり心境的にやっぱ寂しいっていうのが勝っちゃってるから、何かねここ来た時はやっぱりはっちゃけたいなっていうのも思うし、いや最初はねなんかその潰さへんみたいな話でしたけど、結局まあ潰れてしまうっていうのは跡形もなくなるなんて、これは誰が想像したでしょうか。なんかこういう日が来るって誰も思ってなかったもんね。思ってない思ってない。ほんまにね。劇場なくなった後の道頓堀に来る勇気はないっすよね。ちょっとなんか嫌やわ。今までやったら全然平気で劇場の前も通れとったけど、いや松竹座も閉館になったらもう前もよう通らんのちゃうんかなとか。人々に愛されてきた松竹座。松竹座のブロックなんかこう壁のカスでも持って帰りたい。甲子園の砂みたいなね。ほんまに。ほんまに。ほんまそれええと思う。な。削ろうかな。削ろう。一緒に削ろうじゃん。そうよ。怒られて。大阪の当たり前の風景がなくなる。他の役者たちも複雑な思いを抱えていました。千住さんと同じ松島屋一門の先輩も。それがこの人、片岡愛之助さん。大阪堺市出身の54歳。上方歌舞伎を代表する人気役者の一人です。言葉が出なかったですね。信じられない、嘘っていう感じでしたね。最後の砦のような残ったというか残してくださった僕らにとってはホームグラウンドですからね。それがね取り壊しとなるということは決まってるわけですから。愛之助さんは9歳の時歌舞伎の世界へ。その後千住さんの師匠にあたる片岡秀太郎さんの養子となります。本当にこの松竹座というのがなくなるということはうちの父なんかも想像してなかったんじゃないかな。想像もつかないと思いますよね。若い頃は大役に恵まれなかったという愛之助さん。その後看板役者へと飛躍を遂げるきっかけが大阪松竹座だったといいます。大きなお役をさせていただいた、初役でたくさんさせていただいた劇場でございますし、やはり役者というのはそのお客様がいらっしゃる中で板の上に立つということがどれだけ勉強になるかということですよね。そんな愛之助さんのさよなら公演の舞台裏。稽古には並々ならぬ力が入っていました。立ち回りが見どころのこの演目で念入りに動きを確認。その熱は若い役者たちにも。ここで持つ位置を手を思い切り突っ込んで自分のこれを押してそうそうそう。普
普通初日っておめでたいんですけれどもね、なんかね、晴れた気分にはならなかったですね。すごく複雑な気持ちで初日を迎えましたね。今回の松竹座の場合はね、寂しいカウントダウンですからね、なんか一期一会っていう気分ですね、毎日が。今回主役を務める演目が忠義を貫く武将を描いた義賢最後です。20年前、松竹座で初めて演じた思い入れのある役ですが、義賢はもうできないな、怖くて。やっぱりトラウマみたいになるんですよね。演じることができなかったほどの愛之助さんの過去とは。大阪松竹座103年の歴史を締めくくる5月の大歌舞伎。主役を務める一人が人気役者の片岡愛之助さん。この役にある特別な思いがありました。義賢はもうできないな、怖くて。やっぱりトラウマみたいになるんですよね。さすがにあれはもうしたくないな、いやできないな。最大の見せ場となる仏倒れ。仁王立ちのまま顔から倒れ込む演出です。2年前、顔に大怪我をし、それ以来役を封印していました。しかしこの大役義賢を最初に任されたのが大阪松竹座での舞台だからこそ、さよなら公演は義賢に決めたそうです。この道頓堀で生まれた愛之助なんで、劇場のさよなら公演ったらあえて義賢かなと、自分への挑戦でもありましたし、そこを乗り越えたいと思いましたし。道頓堀には愛之助さんゆかりの店が数多くあります。その一つが松竹座の目の前のたこ焼き店。常に松竹座とともに40年間、私たちも一生懸命この芝居の町道頓堀で、看板上げさせてもらってるという、その歴史がやっぱあるんです。愛之助さんとのご縁が深まったのはコロナ禍。緊急事態宣言などで客足が途絶え、大打撃を受けました。松竹座も休館に。そんな道頓堀を盛り上げようと動いたのが愛之助さんでした。一番上に書いてある南の町の日は消しまへんっていう、我々町衆の思いも愛之助さんや歌舞伎役者さんの、関西歌舞伎の役者さんの思いが同じこの文章にもう本当に凝縮されていると思います。松竹さん一旦閉めますけど、ずっと新しくできるまでずっと掲げていこうと思ってますので、この南の町の日は絶対消しまへんと。町の火を消さない。思いはみんな一つです。それはこの人も。人間国宝片岡仁左衛門さんです。特別に明かしてくれたその胸の内とは。大阪松竹座の閉館まで2週間。
別れを惜しむように道頓堀を歩いていたのは、15歳から松竹座の養成塾に通い歌舞伎役者となった片岡千住さんです。とにかくうるさい街ですねこんな昔なかったですもんね。こんなビリケンさんとかね、中座があって何技があったりとか角座があったりとかっていうのは我々の時ってまだ残ってましたからね。もちろん歌舞伎はやってないですけどね、漫才とかね、よう見に行きましたよ。でもはい、いや複雑も複雑でね、やっぱり道頓堀に芝居小屋がないっていうのは異常事態だと思いますけどね。で最後のね砦の松竹座だったのになくなるんですからね。切ない以外ないですね、本当にね。道頓堀の芝居小屋にひときわ思いを馳せるのは、人間国宝で大阪出身の片岡仁左衛門さん。歌舞伎役者だった父の影響で5歳の時、道頓堀の中座で初舞台。その後も道頓堀の芝居小屋に数多く出演し、腕を磨いてきました。この廃刊になるというね、これは非常にショックでしたね。芝居町として栄えた町だったから、まさ時代とともに移り変わるのは仕方ないですけども、せめてその一角を残したですからね。大阪での歌舞伎の殿堂松竹座っていうのがね、私にはそういう存在でしたから、ですから何とかしてもう一度道頓堀に演劇のできる劇場を取り戻したいなって言いましても、私たちはただ与えられた場所でそのお役を務めるしか力はないんですけれどもね。4月と5月に行われるさよなら公演には2ヶ月連続で出演。4月は1998年の仁左衛門襲名披露公演で演じた時代物の名作「寺子屋」。そして5月は1997年松竹座新築開場記念で務めた武将物劇場ゆかりの演目を選びました。松竹座平城の舞台を務めるという意味でね、劇場への感謝の気持ちを込めて演じたいと思ってるんですよね。仁左衛門さんたちゆかりの店が道頓堀にあります。創業80年目の今井です。店が大切に保管するのは役者たちのサイン。仁左衛門さんのものも。もうだいぶ前ですけど、仁左衛門さん風邪ひかはったんですよ。1月の歌舞伎の時、仁左衛門のお兄ちゃん風邪ひいてるからちょっと鍋焼き持ってってあげてとかねそんな注文あったり。
大正時代の道頓堀の写真も。ここにねこんな賑やかに上りも立ってるし、この道頓堀のにぎわいっていうのは間違いなくその芝居町としてのにぎわいでしたし、それは絶対戻ってきてほしいとは思います。芝居町道頓堀という思いを持ってる人間がいてる間に戻ってきてほしいです。閉館まであと2週間。松竹座に千住さんの姿がありました。あんまりねこのお客様がいない時に客席に来るっていうのもないんですけども、やっぱりちょうどいいんですよね。寸法もね、花道の長さもちょうどいいですし、改めてやっぱりいい劇場だなっていうね感じますね。3階席のロビーにはそうそうたる上方歌舞伎役者たちと師匠の写真。そして2階ロビーには千住さんが入門した上方歌舞伎塾の写真も。右も左も上も下も分からなかった時ですからね。ここから始まったんですね。懐かしいな。我々歌舞伎役者としてのスタートがやっぱりここなんでね、それはやっぱり思い入れはね強いですし、本当にあんまりこうやって喋っててもちょっとなんか泣きそうになってくるんですけど、悲しいしかないんですよね。生まれた場所ですからね。さよならは言いたくないですよね。ついに103年の歴史に幕を下ろす松竹座最後の日。お師匠さん、ありがとう存じ5ました。月26日、ついに迎えた大阪松竹座の千秋楽。103年の歴史を持つ大阪松竹座最後の公演日。建物の中をもう一回ちょっとね目に焼き付けるような形でしっかり中を見て写真も収めさせてもらって、ちょっと名残惜しもうかなと思ってます。中座の時代から歌舞伎ファンなんで寂しいですね。とりあえず見届けるぞというはい。午前は片岡愛之助さんが主役の義方最後。命を懸けるという気迫で臨んだ舞台です。遅かりしおりそして最後は午後からの演目に出演する片岡千住さんも大千秋楽、どんな思いなんですか？そうですね、本当にいまだに信じられないという思いが大きいですけども、
まあね、千秋楽来てしまったんでやるしかないんですけども、きっと今日というこの千秋楽の日の客席劇場の空気というか景色というかっていうのは役者人生においてきっとずっと残る景色になると思うんでね、しっかりと目に焼き付けて今日という日の舞台を務めたいと思っております。演目は落語がモチーフの心中月夜の星のや。女方若い娘の役を熱演します。それじゃお師匠さんも大変ね。でもね、お師匠さんには首だけでメロメロだから扱いやすい旦那なんだって。ちょいとおよねちゃん、あんたなんでそんなこと知ってるのよ。知ってるわよ。ここのおっかさんとお師匠さんがおしゃべりしているのを聞いたことがあるのよ。花道では拍手が送られます。そしてあの大御所もやってきました。人間国宝片岡仁左衛門さんです。父親の写真の前で一礼、そして時折懐かしむように辺りを眺めながらゆっくりと最後の舞台へと向かいました。松竹座103年の歴史に幕を下ろす最後の演目が始まりました。さよなら公演のために作られたつなぐ技をに西の姿へ。監修は片岡仁左衛門さんです。江戸時代の道頓堀が舞台。道頓堀が芝居町として栄え続けてほしいという仁左衛門さんの願いが込められています。松竹座も潤う、道頓堀も潤う、いいことずくめやないかいな。この繁栄が未来永劫続くことを願うばかりでございます。千住さんは女方中井役で出演。舞台の上では明るく演じきりました。大阪松竹座の最後を彩る歌舞伎役者たち、そして片岡愛之助さん、上方歌舞伎の名場面を次々と披露します。でもおかげさまをもちましてこの2月連日大入りが叶いました。本当にありがとうございます。今日で終わるわけではございません。必ずもう一度この道頓堀に松竹座の櫓が上がると私たちは確信しております。そしてこの松竹座が一日も早く蘇りますことを記念いたしまして、それでは皆様お手を拝借いたします。打ちましょう。もちとして色気三度。
芝居が消えたりいうことはもう無念の一言です。ついにその瞬間がやってきました。記念撮影の途中、サプライズで愛之助さんが。そして千住さんも。やっぱり寂しいんですけども、なんか未来に向かって頑張っていこうっていう気持ちに今日終わって変わりました。先人の方々の思いとかも全部思いながら、そしてやっぱり我が師匠秀太郎のことも思いながら、今日実は写真を入れて舞台に出てたんですけども、師匠の思いも一緒に今日は最後の舞台に立たせていただきました。感謝ですね。本当に全てのスタッフの方々、そしてこの松竹座という劇場に感謝の思いでいっぱいでございます。はい、皆さんの思いを、熱い思いを大阪よろしくお願いします。お願いします。閉館から数週間後、役者たちは次々と新たなスタートを切っています。京都の南座で9月2日から始まる舞台で主演を務めるのは片岡愛之助さん。人気の新作歌舞伎「ルパン」の第2弾でルパン三世と石川五右衛門の一人二役への挑戦。一方、閉館した大阪松竹座、その稽古場に千住さんの姿がありました。人一倍花なき一理四方のうちなれば。ここで稽古を積んできた上方の歌舞伎役者たちです。実は閉館後、彼らが主役を務め仁左衛門さんが監修する新作歌舞伎を発表。上方歌舞伎の火を絶やすまいという取り組みで稽古場の使用も特別に許されました。でもね、今まで当たり前のようにこう、ね、使わせていただいてたっていうことがのありがたみを今ひしひしと感じる感じですかね。力を合わせて少しでも上方歌舞伎のお役に立てればなというところで、頑張っていこうというね。長年上方歌舞伎の道をここで共に学び歩んできた仲間たち。その成長と新たな挑戦を先人たちは温かく見守っていました。やっぱり上方歌舞伎役者としての意地と誇りを持って、そしてプライドを持って、これから芸道を精進するっていうのが、未来の上方歌舞伎につながるのかな。本当に我々では何もできないかもしれませんけども、その気持ちだけは忘れないようにやっていきたいなというふうに思ってますね。